大きい店やったら一体練り羽のタイプで練ったみたいに割と生地がまとまるんよね。わかめがね、値上がり、前からまあ上がりよったけど、すごい値上がりしてね、すごい値段が高くなるんですよ。いや、本当にね、高いんよ。だから、無料のもんも大変やね。あ、そうか。無料だから。無料トッピングやから。真ん中開けてるんですか？そうです。見よったらわかるけどね。やられ。はい。ぶっかけだしに漬け込んでね、昆布の天ぷらにする。ほんなら佃煮っぽい味になる。はいはい。海苔の佃煮みたいなあんな感じの。フォーメーションがあってね。今日はそういう周りのフォーメーションがいい。そんな手があんまり綺麗じゃないって映さないんだね。事務職やるよ人とは。そう。艶が違うというかシワが違うというたらいいのか。粘液が。想像してた握り方と違って、こうやって三角になる。そうですね。
ね。みたいな。ひどいね。ああ、いいね。ほんまや、ほんまや。何だそれ。切るで。ちょっとごめん。ありがとうございます。はい、いただきます。卵が80円になります。こちらお願いします。ペペロンチーノはやっぱりイタリアのこだわりっていうか、それは冒頭でやっていた仲間たちがやっぱ見てるわけですいらっしゃいませ。今の肉汁ばっかり。冷たい。すごい冷たいね。営業時間4時間のために倍ぐらいの時間、ああ。片付けも含めて仕込みとかも倍ぐらいの時間やるから、正直夜までやるやったら寝る暇がないの。体持たないですよね。そうだね。まあここの場所は立地的にも夜はあんまり人通りもほとんどないし、ああ、こっちまで来ないですか。うん、やっぱり道一本。向こうやねですね。なるほど。向こうから行ったらやっぱりよ。あ今度電車通り向こうへ渡るだけで家賃が跳ね上がるけね。あ、そうなんですうんね。めちゃくちゃ高くなる向こう行ったら。そんな変わらないように思いますけど、全然違うってことですね。向こうから渡ったらそれだけでだいぶ家賃がちょっとこうお店もね渡ってこないと気づかないっていうか、その高い。そうやね。そんなにものすごい目立つ場所にあるわけじゃないし。そうですよね。特にうちはセルフやから、ああ。まあ言うたら後ろお客さんが来たらメニューをもうほらその場で決めないかんやんか、はいはいはい。ちょっと座ってからメニューを考えるんじゃないけどほら、やから優柔不断な感じの人は外でしばらく考えるよね。でうちはメニューが多いからね。全部入れて軟水を作る。あ、井戸の水とちょっと違うんです。違う、柔らかい水と書いて軟水。うどん屋さんはもうほとんどのことをこの軟水で使う。あ、じゃあだしの水、うどんの塩水の水、全部軟水。じゃあお客様知らずに飲んでるかもしれないですね。たまにうどんは褒めてくれんけど、はいお水がすごい美味しかったって言うて帰るお客さんが。まあこれピンミキサーって言うんやけど、ピンミキサー。うんはいピンになっちゃうタイプと、大体2種類あってね、はい。羽になっちゃって羽が何枚かついてるこう回りながらあーこう練っていくっていう感じの機械のやつか、はい。
このピンになっちゃって練るっていうなんていうかねちょっと混ぜるというかうん細かい作業ですね。まあまあみんなうどん屋さんはそうなのかもしれないですけど、みんな一回途中ではやるよやるんですね。うんこれでうどんの仕上がりが違うかったりするけはい。分かれるんだよどっちがうどん屋さんによってピンか羽ピンか。派か羽派かそうやっていいんじゃないですか。手で測って同じ重さにするんやすごいですね。職人もそれが意外にね生地これ分やんかぐらいの誤差しか出んがやけ合うんですか。すごい。これを毎日やりよったらねわかる。大体合うんよ不思議と袋に入れておけば熟成する。まあ常温という袋に入れて季節によってどこの場所に置くかっていうのを決める場所も。今はまあここのここ普通の気温通りでうどんをずっとやられてこられたってことですか。この店始めてもう11年目になったかな10年11年目はいもうほんでその前によそに勤めやったのが5年ぐらい勤めてそこで修行したというか勉強したというか。そうやね勉強してやからもう15年ぐらい高知のうどん屋さんで1年半から2年ぐらいをやってはい。でやっぱり高松で勉強せないかんにやと思ってなるほど。まあで高松の方に本場で。移ってはい。 3年ぐらいやってで高知帰ってきてこれ今何やろう。これはねかき揚げの仕込みをあーこういうの見て食べたくなります。さつまいもがね美味しいねなるほど。うん注文します。今たまたまさつまいもがあるけさつまいも入れちゅうけどいつもさつまいもが入っちゅうっていうわけじゃない旬です。じゃことじゃことしいたけ昆布。昆布サバウルメとこれかつお節や分量とかもそうですけど、きっちりやっていかないとこう毎日同じものができないみたいな。そうやねこういう出汁とかになったらやっぱりその物が違うたらちょっと違う時もあるおーその時は分量を変えて調整したりする時もあるけど、まあ同じように見えて毎日違うってことですかね。そうやねやっぱりまあ人間と同じように魚も大差があるっていうかほら人が違うとは全然違うやんかそうですね。いい味出す魚と出さなそうねい魚。魚もね特にじゃこがねじゃこがまあそのなかなか安定して同じもん取るのは難しいかわからんけどじゃこが結構変わるんよねほんですごいちょっと塩辛い感じになったりとか味がちょっと全然違う感じになああ、ったりとかそういうもんなんです。っていうことがまあいつもじゃないけどたまにあるけどああそういう時はちょっと
じゃこを減らしたり、調整するんですか。ちょっと鰹節増やしたりとかするとき、まああるのはあるけど、大体一緒の感じやね。開店してからもう楽しいけど、お客さんが来るとそうです。この地味なあ作業がどちらかというと、まあつまんないというかそうやね、どっちかってね、お客さんが来てくれる時の方のためにこう準備をしようって感じよね。走り込みして練習して試合の本番、試合は楽しいみたいな感じよね。なるほど。今地道にね、ジムでトレーニングしたり走り込んだりしみたいなもんや。そうなるほど。本番のための。そうなんや。ああ、そうやね。銀行とか証券会社とかそういうのが結構多い。商工会もすぐそこにあるし、そうやね。7割ぐらいはもう仕事してる人やね。学生さんも多いけど、大学とかもまあまあ近くにあるけ、大学生もよう来てくれるし。学割とかすごいですよね。そうやね。50円安くなってるとか。50円引きで、あとちくわの天ぷらが半額の50円になるけ、みんなちくわ食べるけ、大体実質100円引きみたいなもんやね。かけ食べて、ほんで50円引きやろ。その50円分でちくわを食べるき、330円でうどんとちくわの天ぷらを食べれるよ。一つの団子を 1.5 キロにしていったらちょうどかっちりになるわけです。なるほどなるほんでその団子作るのに 1.5 キロの団子になるように切り分けていくっていう作業。気持ちいいです。ほんで最後若干誤差が出るけどほらはいはい。1キロ490にしちょいて、はい最後余ったやつを均等に切って足すっていう、ほんで暇な時間はこれまあ10玉できるぐらいやけ 1.5 キロで、はいはいはい。 10玉できるんやけど暇な時間は5玉ずつでいっけ、暇な時間用にこの半分の玉も作るんよ、750の。ああ。これ5玉分よね、750で。常に湯がきたてのうどんを出せることになるやんか、まあそうするためにも少しずつ。そんなにお客さんがじゃんじゃん来ん時間は少しずつ。だからうどん屋さんとかで茹で上がるまであと何分待ってとか言われると嬉しいですもん。それはもう逆にねラッキーと。ラッキーよね。出来たて食べれる。出来たちが食べれるとね。
何分ぐらい持つもんなんですか？まあ茹でてから作り方によってほら違う。その小麦粉の種類にもよるし、それで割と時間が経っても美味しいっていうのは多少あるろうけど、まあ大体どこのお店も30分までってしちゅうところが多いんじゃないのかと思うけどね、僕はもう大体20分までやね。なるほど。20分までにもう大体まあ上手に湯がいていきよったらね、お客さんにもどれくらいこの時間に来るっていうのが分かっちゅうき、そんなにロスも出んし大体ないになってくれるけど、まあどうせもね雨が降ったりしたら街中が暇やきね、そういう時はもうすごいうどんを捨てる時もあるけどね、よう誰かこれを上手にタダであげるけ何かに使ってもらいたいって思うけどね、せっかく一生懸命作っちゅうき捨てるのももったいないと思いながら捨ていけんの。そうですね。ねえ、なかなかね傷むもんやき簡単にね人にねあげるっていうもう時間が経ったらね、欲しいっていう人にあげるけど近所の人がやったらあれやけどね、こうなんかのあれってなったらまあそうですよね。そうね、こっちも責任持たないかんようなことになるとほら、いいことしたのにね。そうなんよ、それで傷んじょってなんかって言われたりしたらそれも困るけ、下手なこともできんしほらねえ、なかなか難しいよね。結構この団子にするっていう作業がね、これができるようになるまで結構時間かかるよね。その修行時代。そう簡単にやりみたいに見えへん。空気を抜く。空気を抜くとはちょっと違うんやけど、なんて言うんやろね。まあ丸く単純に言うたら丸くするなんやけど、これあんまり手数をかけるとね、この手がぬくいやか、ほんで温まってくるんよ、この生地自体が。ダメなんですかそれは。ほんならその分熟成も進むんよね、温まると。だからこうしっかりしたうどんにするためにはやっぱりしっかりした状態のまま仕上げるのがベストやけ、こうできるだけ手数を使わずに、しかもこうなんていうかこう詰まった団子、こう詰まった団子にして結構しっかりした状態の方がいいものになると思う。やっぱりほんで最初習ってやるいう時はほら上手にできんけすごい時間がかかるやんか、1個作るのに。ほんならねあったこうなってくるよね。ほんならもうふにゃふにゃになるんよ。でうちは手で打つ前に1個で踏んで1つの団子を踏んで作るんやけど、まあ大体のところ重ねて何枚も踏んでいくんよね。踏んで作ってこう丸いやつを作っちゃくんよね、先に。違うんですか。それをやるときに最初の見習いじゃないけどほら、そういう柔らかい団子が1個だけあったらそれ1個だけ異様にビヨン伸びるんよ。わかる。重ねて入れ替えてって踏んでいくんやけどほら、もうその団子だけ異常に伸びるんよ。分かっちゃうんです。柔らかいもんやけどほら、それだけ分かるんよね。まあそれやったらそれでほら、その一人が全部作った、そればっかりで踏んだらええんやけどほら、他のベテランの人がやったやつと団子混じってしもうたらほら、もうすぐ分かる。それだけ異常に伸びるけど。下手な技ってそうなんですよ。そんなことになるでね。でそうなってくると
下手したら茹で時間まで変わってくるとね、薄くなるわけですもんね。薄くっていうわけじゃないけど、なんて言ったらいいんかな、この生地自体が張りがない状態になるよね。そうなると最終的にはほら、そのうどんの弾力みたいなことまでねちょっと変わってくるみたいなことになるけど、ほらいいとか悪いとかじゃなくて、ほらそのダメなうどんになるっていうわけじゃないけど、あ、なるほどなるほど。そのそれでいいのかもしれないけど、そう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 味が変わっちゃうことはよくない。この食感とか仕上がりが変わったりっていうことにもなるね。ほんでブレちゃうから困るってこと。ほんで中に1個混じっちゃったら、ほら他のうどんに合わせてタイマーも設定しちゃうわけやんか。ほんだらこれだけ柔らかいとか、ほら、はいはいはい。そういうことになるけど、ほらそのそれは困ります。あんまりね他のと混じったらよろしくないよね。はい。まあ自分の店とかでやるよって、ほら、まあ全部がそれやったらほら統一できます。統一はされてるわけんど、だからああいう大きい店になるとみんなの力のレベルが揃ってるっていうのは結構大事なことだね。みんなのほら人によってね、そうそう決めますよね。技術のレベルが揃ってないと、ほらそんなことになるけど、ほらやっぱりそういうのは大事やね。だからこの人の時は美味しいけど、ちょっとこの人はちょっと好みじゃないなみたいなあるかもしれないですから。あるで、やっぱりね人が多い店でなったら常連さんはほら見てみますよね。今日は、まあ、社長とかがほらね打ち寄ったら、社長が打ち言う、これは今日は期待できるみたいな、ほら今日は当たりやる。そうそう、今日当たりやみたいなそういうのがあるで。ほんで麺のほらその茹で上がったところで玉を取る作業をしる人がおるやんか。はい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 。その人が一番わかるんよ、麺の仕上がりが。今日の麺のそのほら、だから誰やら君が打った時はこういう感じで、誰やら君が打ったらこういう感じでって。その揚げた時に。そうそうそう、麺上げて一番最初に触って洗うて玉取りするけど、その上がって洗う時に分かるんよ。ほんで上手な人の時はすごい麺がツルツルしちゅうって言って、ほらちょっと、ほんで下手な人はちょっとザラッとした感じが残ったりとか、ほら触って分かるんですね。触って分かるんよ。面白いですね。面白いで。だから人がいっぱいおるところじゃないとそういうのが分からんけど、ほらそうかそうかそうそう、違いが分かるやんか。だからそういうところで勉強しとったら勉強になるわね。勉強になりますね。ここだともう大将の味っていうのはもう決まってるから。そうそう、僕しか作らんで、ほら比べようがないんやけど、ほらそういう大きい店でね、いろんな人がおるところでやるったら、良くも悪くも。そうそう、でね、そのおばちゃんに聞いたら、今日は上手になってきたよみたいなことを言うてきてくれたりするわけやんか。ほんで分かりやすいよね。営業が終わって、さあ仕事終わりましたぐらいですか。